究テーマとして私がずっと行っているのは建築のまずは省エネルギーだったりとか、あとは快適性で健康性、耐久性等ですね、それらに関わることを、実験ですとか数値シミュレーションを用いて、検証しているという研究になります。省エネって言われると何か我慢しなきゃいけないっていうふうに思われるかもしれないんですけど、省エネかつ快適で健康っていうところを目指して、研究を行っているということです。断熱改修をしたいんだけれども、どれぐらい効果があったのかっていうのを知るために、断熱改修をしてないお宅と比べて、熱環境がどうなのか、エアコンの消費電力がどうなのかっていうのを数値シミュレーションでまずは比較をして、どこを優先的に断熱改修をしていけばいいのかっていうようなことをこの研究では明らかにしました。最近の建物はですね、断熱性能が徐々に向上してきているというような現状があります。少ない熱量で空調ができてしまうと、間取りに自由度が増してきたということがあります。空調機の位置だったりとか、どういった空調を用いるのかっていうようなことを組み合わせて、その居住空間が快適になるかどうかっていうことを検討した研究になります。気流を可視化できるようなシミュレーションを、併用して室内環境を詳細に分析をしようということです。数値シミュレーションを用いてやることが多いんですけれども、建物のですね、熱負荷だったりとか熱環境っていうものを明らかにするために用います。建物の中に人がいたらどういう状態に感じるのか、数値的に明らかにしたいということで、建築系と人体系のモデルを連成させたっていうものがこの研究になります。これは、高温高湿室というもので、温度と湿度を制御することができる。人がですね、実際に中に入ってもらって、でその環境の評価をするんですね。人の、生理量を測るということで、気温度だったりとか、であとはその、環境の評価をするアンケートですね、心理面のことを聞いています。高温高湿室の、建設に携わらせていただいたんですけれども、考えることが山ほどあって、それもやっぱり一人ではちょっとできなかったというところがありますね。立った時はとっても嬉しかったです。いろいろと活用されていって作った身としては嬉しく思います。地球温暖化問題がかなり問題として挙げられていますけれども、建築分野で担っているところもかなり大きいんですね。CO2 排出量でいうといかに減らすのか、建築環境分野で重要になってくるかなというふうに思っています。私、父が建築関係の仕事をしておりまして、建物を建つ過程を見たりとか、あとは作ることが結構好きだったんですね。何回も作りながら、育ってたというところですね。3回生の頃に建築環境物理の授業だったんですけれども、どういうことだろうというふうに思ったんですね。湿気を移動できたら面白いよね、そんなことできるんだ、目に見えないのにどうやってするんだろうとかっていうふうに思ったのが分野に興味を持ったきっかけですね。修士の時は修士終了したらどこか就職をしてっていうふうには考えてはいたんですけれども、やっぱり結果が出る、何か結果を出せるっていうところがすごく面白くて、それがあるから苦労しても頑張れるっていう感じですかね。ワクワクするような気持ちで進みました。辛かったけれどもやっぱ楽しかったっていうのが大きいです。自分がやりたいことがのびのびとできる大学の研究者なのかなっていうふうにちょっと思い始めたところです。まず博士の終了間近になってきた時に、立命館大学のですね、近本先生からですね、R ジャイロの研究員、専門研究員の応募があるんだけどどうですかっていうふうにお声かけをいただいたんですね。で、近本先生とはもともと大学間の研究交流会で
知り合っておりましてこの3大学での合同ゼミっていうのをやってたんですね。でその合同ゼミの後に懇親会とかもあったりして、近本先生ともお話とか名前を覚えていただいたりとか、専門研究員の話もその時に電話でお話しいただいて、一緒に研究をしていって刺激をたくさん受けますし、で学ぶこともたくさんあるのでありがたいなっていうような存在です。一応3年の契約期間だったので、その後どうにかしないといけないというふうに思った時に教授からですね、九州大学で、助教のポストがあるんだけど応募してみないというようなお話があって、で、ここでもちょっと散々悩んだんですけれども、何年九州にいるかっていうところもわからないまま行くので、ちょっと踏み切れなかったところがあったというところですね。悩んでるっていうことは私は行きたいんだなっていうふうに思ったというところと、あとは、家族ですねに、後押ししてもらったらいいと思うよっていうふうに言ってもらって、それで悩んでたけれども行こうかっていうふうに思いましたね。恩師に当たるかと思います。1から本当に10まで教えてくれるような先生だったので、私もそういった教員になれたらなというふうな、目標とするような方ですね。土日にまとめて掃除をしたりとか料理を作り置きするっていう感じですね。無になれる時間ですね。もうほとんど何も考えずにこれはいいなと思って私も真似したんですよ。すぐ購入しましたラーメン部っていうので、そのラーメンの報告を LINE でするっていう九州行った時は博多ラーメンを食べ尽くしました。美味しかった3級ですね。3級を取らせていただいて、3級1級含めるとですね、約1年ぐらいですね。学内のですね保育園ですね、未来保育園の、一時保育を利用させていただいて、希望をしっかり聞いてくれるのがスムーズにですね仕事に復帰することができた。スピード感を持って研究を進めて、それを公表していくっていうのがすごくこの研究の分野では大事なんじゃないかなっていうふうに思います。基礎研究だけだとやっぱり社会的貢献っていうのはちょっと難しいところもありますので、その基礎研究を応用研究に発展させて実務的なところをですね担っていければいいのかなというふうに思っています。私自身もいいことだけではなくてちょっと辛いこともあったりとか、したんですけれども、全てがチャンスというか、いいように巡ってやってくるのかなというふうに思いますので、途中で投げ出すのではなくて最後までしっかりとやり遂げていただけたら、それが将来の自分の自信につながるんじゃないかなというふうに思います。